じゃあね。今本当に寝起き30秒ぐらいなんですけど、家族が出かける音で目が覚めました。今9時くらい。なんか最近起きるのめっちゃ遅いですね。別にそんなに遅く寝てるわけじゃないんですけど。ということで、おはようございます。インコさん、ぼーっとしてます。これが今日の朝食ですね。昨日買ってきた例の美味しいパン。よし、朝食はこんな感じです。昨日買ってきたこっちがカレーパンで、こっちがクリームパンです。で、これは家族が作ってくれたヨーグルト。とりあえずこんな感じで朝ごはんいただきます。やっぱここのパン美味しいですね。このね、生地から美味しいんですよね。だからなんか他のとこと一味違うんですよね。ということで今日は家族が午前中みんないないので、ちょっと車の鍵を貸してもらって、ドライブがてら、昼ご飯とか食べに行こうと思うんですが、ちょっとお使い頼まれました。これ、今日の夕方というか午後なんですけれども、この実家の、リビングルームをちょっと家具のレイアウトを変えるんですよ。まあ、この動画で映すか違うチャンネルに上げるかまだ迷ってるので、もしかしたら、違うチャンネルで載せるかもしれないんですけれども、これ今、ここにテレビ台とか、このスピーカーがあって、ソファーがあって、ダイニングがあるっていう、まあ、こんな感じの、状態なんですけれども、これ一式を180度、回転させた感じで、このテレビとか、オーディオシステムを、このピアノに背を向ける感じで置きます。で、ソファーも、180度向きを変えて、まあ、こうやってテレビを見るような感じで配置して、このダイニングをここに持ってくるっていう感じにしようかなと、レイアウトの計画を考えてます。まあね、これもね、もう本当に3ヶ月ぐらい家族と話し合ってたんですけれども、このね、テレビとか、オーディオシステムがあることによって、この東側の結構ね、この窓もね、ここあんま映したことないですけれども、結構でかい窓なんですよね。ここがもうこのマンション買ってから20年ぐらい潰されてる状態で、もったいないっていうことだし、あと、なんかもうちょっと空間を有効活用したいというか、そう、テレビ周りとかも配線しにくいし、あと逆光とかで見にくかったりとか、そういうこともあったので、もうちょっといいレイアウトないかって提案というか、相談されて、提案した感じになるんですけれども、それをやろうと思うんですよ。あと、ここにダイニング置いたら、ここの、テレビとか全部なくなるわけなので、一周できるんですよね、回遊動線みたいな感じになって、なんかいろいろ、家事とかもしやすいんじゃないかなと思って、そんな感じで提案したら、まあ、とりあえず、そんな感じで家具移動するってことになったんですけど、なんかこの配線カバーね、配線のモールというかレールというか、この配線隠すやつを、追加で、これ、ダイソーで2セット買って来てくれって言われたんですよね。よく配線、ここの家の配線系はちょっとね、自分はよくわかんないんですけれども、テレビを移動させるにあたって、針の部分にケーブル通すらしいんですよ。そのための配線カバーが欲しいっていうことだったので、追加で買ってきてくれってこと。あと、ここにお買い物メモがありますが、白の養生テープ。これも自分が提案して、これってこの配線カバーって裏側に両面テープがついてて、これで設置するっていう感じになるんですけれども、壁紙とかにそのまま貼ると、剥がすときに粘着残っちゃったりとか、壁紙ごと剥がれちゃったりするんですよね。なので、自宅は賃貸なので、壁紙とか剥がれないように、養生テープあるじゃないですか。工事の時とか、引っ越しの時に使う養生テープ。あれって基本的に一回貼っても、綺麗に剥がれるように、粘着力が弱いっていうか、まあ粘着力そんな強くないんだけど、ある程度の強度があるみたいな感じじゃないですか。なので、養生テープを貼った上に、この普通の両面テープ
で、くっつけると、剥がすときに壁紙とか持ってかれないっていうのをどっかで見て、それ実際にやってるんですけれども、それを提案して、じゃあうちも下地に養生テープ貼った方がいいねってなって、養生テープないから買ってきてくれっていう感じで。で、養生テープってなんか基本的にこう緑っぽい、やつが多いんですけれども、さすがにね、見た目があれなので、白ですね。うちでもそうなんですけど、白の養生テープをね、使ってるんですよ。まあ、それも買ってきてくれって言われたんですけれども、なかなか白の養生テープって売ってないんですよね。だから今回のこのドライブは、白い養生テープを探す旅になりそうです。まあ、見つかると思いますけれどもね、カインズとか行ったら必ずあるんじゃないかな。まあ、とりあえず、これ、このお使いメモに書いてあるものたちをゲットしながら、ちょっと今日はゆっくりドライブに行ってきたいと思います。家族がね、そう、この家具のレイアウトをやるために、今10時半ぐらいなんですけれど、わざわざ仕事を午後休を取って2時くらいに帰ってくるってことなので、それまでに帰ってきたいんですよね。昼ご飯とかも、自分で食べて、2時くらいまで戻ってきて、もう本当に家着いたらもうね、これもね、もう本当に、レイアウトの変更とかね、まず、ここの、そう、いきなり家具動かせるわけではなくて、このテレビ周りとか、配線がもう後ろね、すごいことになってるんですよ。なので、移動できる状況に持ってくまでも時間がかかる気がするんですよ。なのでね、どのくらいかかるか時間が読めないので、なるべく早く始めたいんですよね。まあ、とりあえずそんなことで、このお買い物メモのものを買っていきたいと思います。ポーさん。カメラを向けたら起きちゃいましたけど、朝から爆睡ですね。もう背中にくちばし突っ込んで爆睡です。ポーさん。バイバイ、ポーさん。バイバイ。出かけてくるよ。なんか今日、ご機嫌斜めというか、なんか、眠いから、てかなんか反応しないんですよね。呼びかけに。ただ眠いだけなのか、機嫌が悪いのか。何なんでしょうね。眠いのかな。もう今にもね、そんな顔してますね。まあいいや。出かけよう。ではでは、出かけます。ちなみにこれユニクロで買った、これもこの前ユニクロで買った T シャツなんですけど、めっちゃおしゃれじゃないですか。なんか母親が、これめっちゃおしゃれだねって言って買ったんですけど、確かにおしゃれだし似合う。なんかね、イラストがでかすぎるからちょっとインパクト強いかなと思ったんですけど、意外にそんなに違和感ないですね。あったか。なんであるんだろう。9度。最近めっちゃ暖かいですね。もう、完全に、春なんですかね。あったか。これ一人で乗るとこの助手席が荷物置きとして使えるのでめっちゃ楽ですね。よし、画角。こんなもんかな、とりあえず。ちょっと変えるか。よし、こんな感じの画角でドライブ動画撮りますが、だいぶ、口から離れてるので、音、うまく撮れてるか、ちょっとわかんないですけれども。どうでしょう。とりあえず行くか。ではね、この、ドライブ動画的なのを iPhone では撮ったことは、でも GoPro でも一回撮ったか。GoPro でも一回撮って、で、その時はね、この、サクションカップマウントがなかったので、昔から iPhone でやってた、私の伝統的な撮影の仕方なんですけれども、ヘッドレストに挟んで、ヘッドレストと背もたれの間に挟んで撮るっていう方法を撮ってたんですけれども、やっぱそれだと画角が、アングルとかが、あまり自由度低いし、車内映したい時だったらいいんですけれども、こうやって車窓を集中的に撮りたい時とかは、やっぱりね、その窓の面積、画面に映ってる窓の面積っていうのが狭くなっちゃうし、あと、中に、
フォーカスとか露出とかがあっちゃって、窓の外は白飛びして全然景色見えないみたいな、そういう風になっちゃうので、ちょっとね、その車窓を撮るには、結構不向きな感じだったんですけど、このサクションカップマウント買ってから、こんな感じでガラスにくっつけて車窓を、重点的に撮影することができるようになったっていう感じで、どうでしょうか。この、サクションカップマウントも買ってから何回か使ったりしてるんですけれども、こんな感じでなんか、一人で運転しながらゆっくり語りながら、撮影するのは多分初めてですね。はい。どんな感じでしょうか。いやでね、なかなかこの車はね、設置場所が難しくて、今これ母親のトヨタアクアを借りて運転してるんですけれども、どっち行こうかな。こっちにしとこう。母親のトヨタアクアを借りて運転してるんですけれども、父親クロスビーっていう車を父親が乗ってるんですけど、クロスビーだとフロントガラスがちょっと急なんですよね、角度が。直角に近いのって、なんて言うんだろうな。なんて表現すればいいんだ。フロントガラスの高さがあるんですよね。なので、設置の自由度というか、そういうのがあるんですけれども、この車はね、結構ね、寝てるんですよ。フロントガラスが。角度が結構緩やかで、ガラスが寝てる感じになってるので、結構ね、カメラ設置すると、視界が狭まっちゃうんですよね。なので、結構設置場所、難しいんですよ。限定的なんですよね、設置できる場所が。で、そのアングルの自由度とかもちょっと低いっていう感じなので、この装備だと、こういうね、フロントガラスが寝てるような車高というか車の高さが低い車とか、スポーツカーみたいなやつとかだと結構ね、アングルの、自由度低かったりとか、ちょっと運転中の視野狭くなっちゃったりするんじゃないかなって思うので、なるべく上の方につけるようにしてるんですよね。下の方につけると、道路が見えなくなっちゃうので、上の方につけてるんですが、これね、そう。この車で一回、サクションカップマウントしたときに、これちょっとね、できれば中央の方につけたいんですけど、中央より、左寄り、助手席寄りになってるんですけど、車って大体バックミラーのあたりに斑点みたいなのがついてるじゃないですか、ガラスの。斑点みたいなのがついてると思うんですけれども、そこに被るようにつけちゃったら落っこっちゃったんですよね。やっぱりね、この斑点みたいな、ステッカーというか貼ってあるのか印刷してるのかわかんないですけれども、これもね、もう本当にごくわずかな、もう 0.0 何ミリの世界なんですが、凹凸があるんですよ。だから、そういうちょっとした凹凸でも、やっぱり吸盤だと落ちちゃうんですよね。指で触ったら確かにザラザラしてるかなっていう感じなんですけど、それだけもう本当に、完璧なフラットじゃないと、いけないっていう感じなので、この、斑点みたいなの、なんて言うんだろうな、この、フロントガラスの、中心の上の方についてる、この斑点みたいなのを、避けるように設置すると結構ね、助手席側につけると左寄りになっちゃって、なので、今ちょっとね、角度、なんて言うんだろうな、右を向いたような感じにして、なるべく中央を撮るようにしてるんですけれども、ちょっとね、映像が右向いた感じになっちゃって、完璧な中央ではないんですけれども、そう、だからフロントガラスが寝てる車であればそういうことができるんですけど、この車ね、そう、この斑点を避けようとすると結構前の方に行っちゃうじゃないですか。そうなると、視界が悪くなっちゃって、運転に影響が出ちゃうので、それができないんですよね。真ん中の方に持っていくと、どうしても目線の位置にこのカメラが入ってきちゃうので、視界ができちゃうんですよね。なので、ちょっと、この車にこの装備は不向きだなって思いました。ちょっと暑いんで、うるさいかもしれないけど、窓開けますね。そんな感じで、なかなか混んでますね、新名通り。いや、今ね、これ GoPro の内蔵マイクで撮ってるんですけれども、何かしらのマイク欲しいですね。ピンマイク的なのを口元に持ってくるようなマイク欲しいんですけど、今、まともに使えるマイク持ってないんですよね。なので、どうしようかな。買いたいところではあるんですけど、
DJI マイクってあるじゃないですか。あれいいなと思ってて、なんか DJI のカメラ、オズモポケットとか買うとついてくるカメラな、マイクなんですけど、あれがなんかすごい評判良くて、なんか本来はそのカメラに付属する用のマイクとして売られてると思うんですけど、なんかめちゃくちゃ音いいって評判で、DJI のカメラだけじゃなくて、本当になんか、一眼レフとかそういう結構ガチなカメラで撮ってる人も、そこら辺の普通のマイクよりもその DJI マイクの方が音いいからって使ってるレベルですごく、音も良くて使い勝手もいいらしいんですよ。だからそれ気になってて、DJI のカメラとかも少しね気になってて欲しいなと思うんですけれども、どちらかというとその DJI のカメラよりその DJI マイクが欲しいなと思ってて、で、あれね、なんかその DJI のカメラを買わないと、手に入らないと思ってたんですよ。でもよくよく調べてみたら、単品で売ってるみたいですね。単品というか、なんだろう、その DJI マイク2個セットで、それプラスなんかレシーバーみたいなのとか、充電ケースみたいなのをついて、売ってあったんですけれども、ああいうの欲しいですね。多分 Bluetooth で iPhone とかにもつなげるんじゃないかな。もちろん GoPro とかにもつなげると思うので、それ欲しいなと思ってますね。うん。なんかこうピンマイクとかでこうケーブルとかわちゃわちゃやるよりは、そういうちっちゃめの、もう一台で完結するようなマイクを買って、音声取れれば結構ベストなんじゃないかなっていう感じはするんですけれども、ちょっとマイク考えております。今どうなんだろうな、音悪そうなんですよね。でちょっともうちょっとね手前で曲がろうと思ったんですが、ちょっと喋りに夢中になってたら完全忘れてました。ここ矢印出るのかな。ちょっとバスで信号が見えない。あ、出るね、矢印。よかったよかった。仙台だとね、もうほとんどの信号に矢印信号ついてるんだけど、もうこっちだとね、矢印出ない信号もあるんですよ、こうやって。今ここはこうやって出るからいいんですけど、結構ね、その右折する車が多いところでも矢印出なくて、めちゃくちゃ、運転しにくいです、こっち。なんかね、仙台の方が、道幅とかが狭いし、なんかめちゃくちゃ、道幅狭くても、無理やり一方通行にしなかったりとか、堅くなに一方通行にしなかったりとか、あと、めちゃくちゃ狭いね、2車線くらいでも狭いような道幅の道路も無理やり3車線にしたりとか、そういう感じなので、こっちの方が道幅広いので、運転しやすいっていうのはあるんですけど、その信号とかがね、あっちの方がいいのかなっていう感じがします。ちょっとこっち見に行きたいな。で、そう、何の話しようと思ったんだっけかな。なんか話そうと思ったんですよ。完全にその、右折の話をしてたら忘れましたけど、なんだっけ。あ、そうだ。この、アクアから、そう、この GoPro 今ね、バッテリーで駆動させてるんですけれども、電源で駆動させた方が、別にバッテリー持ちとか気にする必要もないし、発熱とかもしないので、電源駆動にしたいんですけれども、あ、ほらね、ここ矢印信号ないんですよ。できれば電源駆動にしたいんですが、これね、センターコンソールの後ろの、後部座席のところに、AC 電源があったので、この前そこにつないで1月ぐらいにこの車を運転した時に、そこから電源取って GoPro を動かそうと思ったんですけれども、なぜかそこ電源取れなくて、家族に聞いてみたら、なんか設定というか、なんかコマンド的な、なんていうんだろうな、こう、なんだっけ、忘れちゃいましたけれども、なんか操作か設定かなんか必要みたいなんですよ。じゃないと、AC 電源使えるようにならないみたいなんですが、今回ね、それ、家族にやり方聞いとこうと思ったんですけれども、完全に忘れてしまって、もうちょっとめんどくさいので、バッテリー駆動にしてるので、今何パー残ってる？あ、ちょっと、日差しが強すぎて画面が見えないんですけれども、どうだろう、60何パーぐらいかな。やっぱりね、GoPro バッテリーちっちゃいだけあってね、持ちが悪いんですよ。まあ、なんだっけ、最近の、ラベルが白いバッテリー、なんだっけ、エンジューロバッテリーみたいな。それになってから、
バッテリー持ち改善したらしいというか、その前の従来のバッテリーっていうのをね、使ったことがないので、どれくらい進化してるかっていうのがわかんないんですけれども、まあ、従来のバッテリーよりはバッテリー持ち良くなったらしいんですが、それでもやっぱりね、こうやって長回しとかしてるとバッテリー厳しいですよね。なので、もう本当にバッテリー1本しか持たないってことはなくて、必ず予備バッテリーを1本持ってるんですけれども、予備バッテリー1本でも足りない時があって、なので、ちょっとバッテリーもう2本ぐらい追加したいなっていう感じなんですけれども、あとそのバッテリーの充電問題もあって、バッテリーこれね、GoPro バッテリーって、直接充電できないので、その専用のドックみたいなのを入れるか、GoPro 本体に入れて、GoPro 本体にケーブル接続して充電するかっていう方法しかないんですよ。なので、それを一気に充電できるのも何か欲しいなっていう感じはしてますね。まあ、そこら辺のバッテリー問題も結構難しいところなんですよね。DJI のカメラ何が欲しいかって言われるならば、雰囲気出してなかった。なんだっけ、Osmo Pocket 3が欲しいですね。画面回転するやつ。てか、もともとOsmo Pocket のカメラ欲しかったんですけれども、やっぱりあれだけコンパクトでジンバルが搭載されてるカメラって他にはないじゃないですか。なので、やっぱりどれだけ手ブレ補正優秀でも、ジンバルには勝てないような気がするなって、まあ実際そうだと思うんですけれども、でもね、Osmo Pocket かなり手ブレに対して最強だなと思って、まあ GoPro ほどタフな使い方はできないと思うんですけれども、もちろん防水とかもないし、なんですが、歩きながら散歩したりとか、そういう時に結構使えたりとかしてね、結構気になってるんですよね。そしてDJI マイクもついてくるしということで。DJI のカメラ何が欲しいかって言われたらそれですかね。うん。でもあれ多分10万ぐらいするんですよね。まあ、七日町通りを走ってます。狭いな。狭いし、これめっちゃ混んでる。帰り通んないようにしよう。これ危険ですね。これちなみに左前にあるこの建物、このハンバーガー屋さんなんですけど、ここは祖母に連れてってもらったことがあって、めちゃくちゃ美味しくて、でかかったんですよ。もう肉が5枚ぐらい挟まってて、ものすごく美味しかった記憶があって、そしてでかいっていうね、ちょっとまた行きたいですね。で、結構この七日町とかもね、いろいろ行きたいお店があるんですけど、なかなか来る機会がないんですよね。なので今度時間あるときちょっと、七日町観光、まあ観光って言っても地元ですけれども、ここら辺歩ったことね、あんまないんですよね。うん。だからちょっと、ふらついてみると面白いかもしれないですね。ちょっと夏にでもやろうかな。多分夏とかゆっくり帰って来れると思うので、ちょっと夏あたりそういうことやりたいなと思ってます。今、七日町駅ですね。これ踏切の左側に駅舎がね、今隠れて見えないですけど、あるんですよ。すごいおしゃれな駅舎が。ここがね、祖母宅からの最寄りの駅で、子供の時、もう小学校とか入る前の話ですけれども、親が仕事行ってた時、祖母宅に預かってもらってた、祖母宅にいたんですよ。日中ずっと。その時に結構祖母と出かけたりとか、そういう時に結構この七日町駅から乗ってて、もう今は全然使わなくなっちゃいましたが、すごい懐かしいですね、ここら辺。うん。祖母と結構歩ったんですよね。うん。祖母が自分がちっちゃい時いろいろ、連れ回してくれて、まあいろんなところ行ったんですよ、それで。はい、電車。車両もね、まだギリギリ変わってないんですよね。塗装とかは変わっちゃったんですけど、車両が、まだ変わってないっていう、車両でしたね。架線が通ってないので、未だにディーゼルという感じなんですけど。見えてるかわかんないですけど、これ、すごい、ヨーロッパ風な、おしゃれな建物が、七日町駅舎建ってます。会津若松に来られた方は、七日町はぜひ観光するといいと思いますよ。会津若松駅から一駅なので、よくここら辺も歩ってましたね。この右側にリオンドールっていう会津にあるスーパーがあるんですけれども、
よくあそこのフードコートでご飯食べたりしてましたね。ここら辺をね、結構ね、歩き回ってたんですよ。昔。いや、混んでますね。ここ通んなきゃよかったな。あ、今家族から追加の買い物が入りました。長さ10センチぐらいの結束バンド。オッケーオッケー。なんか通話が終了しましたって画面に出たんだけど、通話なんてしてないですけどね。なんだろう、なんか取られてた音。長っ。あ、なった。よし、多分ここからは空いてますね。じゃじゃん。こんな感じ。エンジョイって書いてくれてますが。パッションフルーツ、違う。ゆずシトラスティー。初めて買いました。はい。ゆずティーって書いてある。このプラスチックのカップ、久しぶりだな。なんか、前ずっとなんだっけ、フラペチーノとかだと別ですけど、アイスでも、普通の紙コップだったんですけど。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃ柚子の味しますし、多分柚子の果実っていうのこの個体が下の方にあるので、それも感じられます。あ、うまいな。めっちゃお茶の感じもするし。あ、うま。さすが、スタバですね。お茶飲みたい気分だったので、これめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい気分です。さて、カインズホームです。白の養生テープ。ダイソーに行ってなんかなかったらちょっとめんどくさいので、よりある確率が高いカインズホームに来ました。多分ここだったらあると思います。あった。すぐ見つかりました。これだね。よし。3分で終了。よかった。あっさり見つかりました。多分これダイソーのやつよりしっかりしてると思うので、ここで買ってよかったですね。ということで、ちょっと美味しそうで衝動買いしちゃったこの金のコンソメチップス。これうますぎますね。あ、わかった。これね、なんか昨日から、動画がなんか勝手に、撮影停止されたりとか、なんか、結構、撮影周りの誤作動、iPhone 多いなと思ったら、これのせいだ。Bluetooth に繋がってて、で、今エンジンかけた後に、動画撮影してたら、勝手に切れたんですよね。で、こっちになんか通話終了しましたみたいなのが出たから、あ、動画撮ってる時になんか通話みたいな扱いになってるのかな？で、なんかこっちでなんか変に操作されちゃって誤作動してるみたいな感じだったので、あ、これ、動画撮るときは Bluetooth 切った方がいいかもしれませんね。学びました。Bluetooth 切って撮影します。私が通ってた教習所の教習車ですね。てか、教習所そこだ。そう、車が新しくなって。そう、教習所出ていきなり坂道発進なんですよね。もうここでね、エンストしたことありますね。この坂で。一回ね、もう本当にビビったのが、右折するときにエンストしたんですよ。右折待ちしてて、ちょうどビッグボーイからあっちに、行くときの、右折のときに、右折の車、直進車途切れたから、右折しようと思って発進はできたんです。発進することできたんだけど、ちょうど対向車線にはみ出たところで、エンストするという。でも教官も結構焦ってて、普通に直進車も来てっていう時はマジ焦りましたね。うん。なんなら発進する前にエンストしてくれればよかったんですけど、ちょっと発進して対向車線の上でエンストするっていうね。
あの時はマジで焦りましたけど。さて、ダイソーです。ここのダイソーよく地元にいた時は来てたんですけど、もう本当に2、3年ぶりですね。なんかちょっと改装されて雰囲気は変わってますが、配置がほぼ変わってなかったので早かったです。多分あれなんですよね。ダイソー最近ロゴが変わったので、ちょっと色が赤みっぽくなったんですけど、それ以外は何も変わってない。さすがにさっきの語り動画と、タイムアップ何本か撮ったらもう残り充電が 13%。やっぱりバッテリーは何本か常備しとかないといけないですね。よし、買い物と一通りの用足し終わったのでラーメン食べに行きます。あれ、配色が全く同じのクロスビーが来たから、まさか父親かと思ったら違いましたね。さて、2日連続来てしまいました。北方です。ライムに来ました。ちょっといろいろ北方ラーメンね、いろいろ回ってみたんだけど、めっちゃ混んでたり休みだったりしたので、ライム、これ会津若松にもねあるお店なんですが、こっちの方が美味しいんですよね。ちょっと久しぶりに全然来てなかったのでここにしました。いやー、美味しかった。いやー、美味しかった。なんだっけ、北方チャーシュー麺みたいな、チャーシューめっちゃいっぱい乗ってて、で、上に煮卵が乗ってるっていう、あれがね、めちゃくちゃここのやつで好きです。結構ね、ちゃんと北方ラーメンの味なんですが、ここね、夜もやってるし、中も広いので、混んでても入れるっていうので、めちゃくちゃおすすめ。自分みたいに北方ラーメン、いろんなとこ行こうと思ったけど、どこも混んでたり休みとかで入れないっていう時は、ここ多分一番と言っていいほど高確率で、お店に入ることができるので、で、多分、定休日とかはわかんないですけれども、多分ほとんどやってると思うので、おすすめ。ちなみにこのライムって店舗は、会津若松の駅前とか、あと郡山とかにも店舗が、猪苗代とかね、あるみたいなんですが、ここが一応本店で、なんか、他の店舗よりも、やっぱここが、北方だから力を入れてて、一番美味しいらしいです。まあそんなに違いがあるかはわかんないですが、一番ここが美味しいらしいです。
よし、到着。荷物が多い。ただいま。あ、はい、どうぞ。あら、えらいちゃんだ。ありがとうさんです。ありがとうさんです。あれポさん。ただいま。で、炊き終わったら鶏肉を入れます。いいね。いいでしょ。おー、いいね。さて、じゃあこの新しく、配置したダイニングで一服です。コーヒー。これいいね、景色が。いいかもね。朝ごはんとかも気持ちいいかもよ。二面最高で、このスペースめちゃくちゃ快適になりました。いい感じ。うん、この前買ってきたウイスキーが入ったケーキです。ワインです。ワインか。うん。あ、でもブランデーか。うまい。ワイン。アップルワインだからブランデーだ。ブランデー。うん。いいじゃん、この景色見ながらご飯食べれるの。あ、ごめんね。今日はいいんじゃない？ポーさんどう？お母さんに八つ当たってもしょうがないでしょ。めっちゃ見てる。怒ってる。今気がついた。なんか違うって。めっちゃ見てる。そこにかけてみてよ。開かない。行くかな？ここの場所が大好きなんですけど。はい。どうですか？私としては眺めが。あ、ごめん。戻ってきた、戻ってきた、戻ってきた。ああ。するかなと思って。ああ。どうですか、ポーさん。大変な騒ぎだな。止まっちゃった。俺が来たら。ああ。ここか。なんでダメなの、ポーさん。美味しそうだね、混ぜご飯。うん。混ぜご飯じゃない、炊き込みご飯。炊き込みご飯か。舞茸と鶏の。いいね。一人いっぱいまでだね。おお、やっぱこのスペースいいじゃん、こう。あ、いいじゃん。いいスペース。夕飯は美味しそうです。この炊き込みご飯とサバと餃子です。ちょっとインコが騒いでおります。インコも。ああ、やっぱまだ透明だったな。まだ足りないか。うん、お茶うまい。うまいです。よし。ちょっと作業したので、休憩。おう。じゃあ、風呂上がりのアイスも食べますか。白熊昨日食べたから、あ、なんかこの新しいの食べよう。美味しそう。よし。では、おやすみ。